ばんは。もふもふ不動産のもふです。今日ですね、子供向けっていうことで、YouTuber になるにはどうしたらいいのか、そういうのですね、わかりやすく解説していきたいと思います。僕自身今チャンネル登録者数ですね、9万人ぐらいまで去年から始めて、1年ちょっとでここまで来れました。で、そういう経験を踏まえてですね、大体月に今月でと100万円以上はですね、YouTube から広告収入入ってくるようになりました。なので、その経験を踏まえて、これから YouTube 始めてみたいなっていうちょっと若者に向けてですね、解説していきたいなと思います。よくですね、どうしたらね、YouTuber になれるのとかね、子供のね、憧れの職業とかに入ってくるようになってしまったので、いや、これはすごいことだなと思ってますな。信じられない時代になってます。で、YouTube を仕事にできますか？自分自身はね、もうそこそこ、YouTube だけでも食えるぐらいに専業 YouTuber ってわけではなくって、僕は不動産投資家であり、会社を経営しててですね、ブログを書いたり、不動産投資をやったりとかですね、で、YouTube もやってるっていうのを、いろいろやってる中の、一つがですね、YouTube の事業をやってるんで、そういういろんな、もともとサラリーマンでしたし、経験豊富なですね、おじさんの意見としてですね、わかりやすく解説していけたらなと思います。で、今日なんですけども、どうやってですね、YouTube でお金もらえるの？やっぱ仕事としてやるにはですね、お金を稼がなきゃいけない。どうやってお金もらえるの？わかりやすく解説します。で、どうやったら YouTuber になれるか。あと、稼ぐためにどうしたらいいのか。どれぐらい稼げるの？そういう話をですね、していきたいなと思ってます。で、まず、一つ目、YouTube でね、どうやってお金もらえるのっていうと、二つ主にあります。一つは、YouTube でですね、広告が流れると思うんですけども、その広告流れることでお金をいただくと。あとは、商品をですね、タイアップすることで、直接広告、お客さんからお金をもらう。その2種類あります。で、まず広告収入なんですけれども、どうやってもらえるかっていうと、まず広告、動画作った時に、広告流すか流さないかって、チャンネル登録1000人以上で4000時間再生されてると、広告つけれるようになりますと。そうなると、広告をですね、チェック入れると広告つけれるようになります。で、お客さんがですね、広告主が YouTube に対してお金を払って広告出したいですよっていうふうに、条件をこういう動画をですね、こういう、動画に広告つけたいよっていうふうに登録するとですね、YouTube は勝手にですね、広告を、つけてくれますと。で、それを視聴者さんがですね、見てくれて広告流れると、それに応じてお金をですね、ちょっともらえる。そういう仕組みになってます。なので、そこから広告をですね、いっぱい見てもらえればお金が入ると。なので、何でね、お金もらえるのが決まるかっていうと、よくね、1再生 0.1 円とか言われるんですけども、それは目安であって、再生数とダイレクトに聞くっていうよりもですね、もらえるお金はですね、広告の流れる回数ですね。回数と、1個あたりの広告の単価っていうのがあるんで、その掛け算で大体決まります。で、目安として再生数とか言われたりとかしてるんですけれども、主にですね、広告の流れる回数が、すごい重要になってきてます。じゃあ、どうやってね、広告、このもらえるお金増やすにはどうしたらいいか。やっぱいっぱいお金をですね、やっぱ稼ぎたい。当たり前なんですけれども、できるだけお金もらいたい場合どうしたらいいかっていうと、まず広告の回数を増やしましょうと。そうするとね、見てる人はやっぱ広告うざいよとかって思われるかもしれないんですけれども、ある程度ね、ちょっと広告を入れることでお金をもらえるので、YouTuber としてはどうしても入れなきゃいけない。ちょっとそこジレンマですね。で、広告の数っていうのは、もちろん動画のね、再生数がいっぱい再生されると、動画がいっぱい広告につくので、やっぱ再生数が多い方が動画は、広告もいっぱい出ますと。で、あと、10分以上の動画だと、動画の途中に広告を挟めるので、そうするとまた広告の回数増えるので、そうなることでいっぱい広告が流れるってことでお金も増えますと。なので広告の回数を増やしたければ、できるだけですね、再生回数を多くして動画を途中に挟むっていうのは、鉄則ですね、YouTube でお金をもらえるための。それが一つ広告の回数ですね。で、もう一個は広告の単価って何で決まるのっていうのは、これは結構複雑でですね、パッとなかなか難しいかもしれないんですけれども、一つはその動画のですね、チャンネルの質が高いと、広告の単価が上がる傾向にあります。さらに動画の質ですね、高いと広告の単価が上がるようになります。例えば、動画を開いた瞬間にみんな閉じるような動画とかですね、その動画を見た後にもう不快感を得るような動画であったりとかすると、そんな動画に広告つけたいよっていうふうにお客さんはやっぱ思わないですよね。なので、印象がいいような、みんなが最後まで見てくれて、それを見て、ああ、よかったなっていうような動画にですね、広告が、高い単価の広告が集まりやすいですね。で、もう一個は、その動画の内容とですね、見ている人に合わせて、高い広告の単価のやつが流れる傾向にあると。
それね、ちょっと難しいかもしれないんですけれども、例えばまあ子供であったりとかすると、おもちゃとかね、おもちゃの CM が流れたりとか、多分ゲームの CM が流れたりとかするんですけども、そういうのってそんなにね、価格が高くないですね。ゲーム、の広告とかだと多分すごい広告の単価が安いんですよね。で、子供であったらなかなかその高い商品っていうのを買えたりしないと思うので、そういう動画流れにくいですと。で、例えば、お金を持ってるね、例えば、お金を持ってる人に対してだと、例えば家を買わないですかって広告が流れたりとか、証券会社で株をやりませんかとか、そういう動画が流れたりする、広告が流れたりするんですけれども、そういうのであれば単価が高いのになるので、その見てる人、子供向けの動画だと広告の単価安かったりとか、大人向けであれば広告の単価高かったりとかですね、それに対して、見てる動画がですね、そういうビジネス系なのかどうか、子供向けなのかとかでも結構変わってきたりするので、結構複雑に決まってますね。あともう一個、それが今広告でもらう方法なんですけど、もう一個が、タイアップでお金をもらうっていう方法ですね。例えば、この広告の依頼主からですね、この新商品を紹介してくださいって言って、1個あたり、これ紹介してもらえると、例えば30万円ですよとかっていう風になると、その動画でこの紹介してですね、このサングラスかけた、誰だか、イラストやの動画なんですけども、なんとなく予想はつくかもしれないですけど、新商品出ましたっていう風にあって、で、いろんな人が見ましたって言って、そうすると、それによって、広告のお金をもらえる。そういうタイアップの、やつがお金をもらえるもう一つのですね、仕組みになります。なので、お金をもらうためにはですね、再生数をいっぱい増やしてですね、で、広告挟むっていうのが一つと、あとはこうやって商品紹介する。それが二つになって、人によってですね、どっちをメインにしてるかっていうのは全然違ったりとかしているので、そこはどういう YouTuber がどういう戦略でお金を稼いでるかっていうのはなかなか興味深いところであったりします。それがお金の稼ぎ方ですね。じゃあ、お金稼げることは分かったと。じゃあどうやったらですね、YouTuber になれるんだ。非常にね、興味深いとこかもしれないですね。で、YouTuber なるのはですね、実はすごい簡単なんですよね。スマートフォンさえあれば、誰でも YouTuber になれます。で、動画を、スマートフォンで動画を撮って、で、編集もスマートフォンでですね、例えば iPhone であれば iMovie とかで編集したりすることもできたりしますと。で、逆にですね、しなくても OK だったりとかするんですよね。で、スマートフォンで YouTube にアップします。ちょっとね、ギガが足りないとかなっちゃうとあれなんですけれども、通信ちゃんとできる環境、無料のね、Wi-Fi とかが転がってるとこ行ったりとかして、そこでアップしてもいいとは思いますね。通信容量がない人は。で、スマートフォンでですね、YouTube にアップすることができて、あとはですね、動画の説明とかタイトルをちょっと入れて、あとタグとか、ちょっとごちゃごちゃしたことやらなきゃいけないんですけども、あとはサムネイルを作って、やると。でもサムネイルも iPhone、YouTube が自動で選んでくれたりとかするので、やらなくても OK ですし、全然大丈夫ですと。なので必須は、この青いとこ2つですね。動画を撮ると。で、アップロードすると。非常に簡単ですな。それがね、一番簡単なYouTuber になる方法ですね。それさえできれば YouTube できますと。じゃあ、僕はどうやってるかっていうと、ほんとね、これ、パワーポイントっていう、Windows のパソコンで作ってるんですけれども、パソコンで、パワーポイントで、資料を作りますと。これね、編集しなくていいんで楽なんですよね。僕編集してないんです。っていうか、できないんですけれども、編集しなくてできますと。で、これテレビにですね、映して、パソコンつなげて映して、で、今はですね、これ iPhone7 っていうので、撮ってるんで、別にすごいいいカメラでもないですと。で、音を調整する iMovie で音がいつも小さいって言われたので、ちょっと音を原因上げたりとかしますと。で、あとは、iPhone で YouTube にアップして、あとパワーポイントでサムネイルペペッと作ってですね、スクリーンショット撮って、これもさらっとして、で、概要欄少し書いて、あとリリースするっていうことをやってます。なので、特にですね、複雑な処理はしてないですし、一応誰でも僕のやってるスタイルはできるはずですね。マイクもそんな高いマイク、1000円ぐらいのですね、ソニーのマイク使ってます。で、よく聞かれることなんですけれども、いや、編集大変ですよね、とかよく言われるんですよね。編集しないといけないですよね。どうしてますかとかやるんですけども、編集はね、必須じゃないんですよね。で、よく僕にね、YouTube やってることは知ってるけど、見てない人はね、編集大変ですよねって聞いてくるんですけども、編集、いや、してませんからって言って、何を見てるんだと思って、これね、一発撮りでやってるんですよね。一回で、全てを説明する。で、もう一回撮り直したりとかですね、編集したりとかしないし、必須ではないですよっていうことですね。
で、良いカメラが必要ですかとかですね、一眼レフがいいのかなとか、なんか4K がとか言うんですけども、スマホでですね、まずは十分ですね。もちろん、ものすごいその映像が綺麗だとかっていう動画を作りたいんだとしたら、そのカメラとかね、絶対こだわった方がいいと思うんですけども、これ説明とかであれば、別にね、僕のね、こう顔をね、4K とかで映したところでね、そんな、拡大して繊細に見なくても全然いいと思うんで、もう見れればいいですよってことでですね、その用途によるんですよね。で、良いマイクが必要かっていうと、音は、こだわった方がいい可能性もあるんですけども、特にクレームとかなければですね、聞いて不快なレベルでなければ、全然ですね、マイクも必要ないですよっていうことで、本当に iPhone さえあればですね、弾けたりするので、楽ですと。さらに、話の才能は必要ですよねとか、よく言われるんですけれども、これもね、すごい勘違いで、話ってその才能じゃないんですよね。練習なんですよね。練習することの方が大事で、よくモフさんは話が上手いからいいですよね、才能ですよねとか言われるんですけども、これ断じて才能ではないんですよね。例えばサッカーで言うと、リフティングとか、こう、ボールを落とさないように蹴るようなやつなんですけれども、これ練習が必要なんですよね。練習すれば誰でもですね、サッカー、リフティングができるようになると。でも才能でリフティングできるようになっていいですねとかっていうのは多分ないんですよね。やれば誰でもできると。ただリフティングの練習しなければ誰もできない。っていうことで、その会話の話のこの説明、プレゼンテーションに対しても、その練習が一番重要ですね。なので、例えば日々こう話をしたりとかね、例えば家帰ってお母さんに宿題どうだったのって聞かれて、その宿題を話したりとかですね、そういう説明するときにいかにこう分かりやすく端的にするか、そういう練習をですね、繰り返すこと。例えば授業とかで質問、この答えを答えなさいとか言われた時に論理的にパパッとこう分かりやすく説明する、そういうね日々練習話すことはやってると思うんで、そういう機会からですね練習して学ぶっていうのはいいと思います。サッカーとかサッカーボール自然に触ってることはないと思うんですけども、比較的学校とか行ってたりとかね、会社行ってたりとかすれば喋る機会はあると思うんで、そういう一回一回の喋る内容を説明するときに洗練されていってるのか、何も考えずにずっとボーっと過ごしてるのかでものすごいね差がつくので、これはねぜひ練習した方がいいですね。あとよく言われるのは、ね、よくネタがつきませんねって言われるんですけれども、これね、まこなれ社長とかもよく言われるとかおっしゃってたんですけれども、これ死ぬほど考えてますね。ネタが尽きないわけではないですよ。誰しもネタはないんですけれども、いかにこの見てる人がどういうことに対してですね、考えて気になっているのか、それを興味深くリサーチしてですね、それに対して、動画を適切に出していくっていうのはね、能力としてですね、重要になります。なので、これも練習ですよね。少しずつやっていくっていうのが重要で、いきなりね毎日こう動画を量産するっていうのは無理なので、少しずつネタを考えて、どういうことがみんな興味あるのか、そういうのやっていく、練習がすごい大切だと思います。みんなこれはね YouTuber 苦しんでるところですね。ネタ同じことは出てこないっていうか、なかなか難しいところですね。で、僕自身どうやってるかっていうと、詳細欄貼っときますが、こういう風に動画作ってるよっていうのをですね、解説してるのがあるんで、詳細欄貼っときます。で、3つ目なんですけども、YouTube で稼ぐためにはどうしたらいいか。これね、すごい重い内容で、僕ごときがね、ちょっと偉そうなこと言えないんですけれども、わからないこともすごいもちろんあるんですが、今考えてること、こうやって考えてることっていうのを、特にですね、これから始める方に向けて詳しく解説していきたいなと思います。でまずはやっぱね、YouTube なんで再生されることが重要なんですよね。なので1回でも再生されてるんだとしたらもうそれは成功だと思った方がいいですね。1回も再生されないと、それはですね、他のところから流し込んだりとかしないといけないんですけども、とにかく再生されることが重要です。で、見てくださってる方が、何を求めてるかっていうのをですね、常にやっぱこう考えていかないと見られないんですね。そこが常に難しいところですね。自分がやりたいことをやってね、再生されれば、それはすごい面白いんですけども、なかなかね、そううまくいかない時あったりとかするので、その自分がやりたいこととですね、YouTube で再生されること、そのバランスを結構取っていくところは難しいですね。で、完全にこびて動画撮ってもですね、うまくいかなかったりとかするので、非常に難しいですね。で、特にYouTube 伸ばすためには、その YouTube に推薦される、YouTube に愛されることがですね、ものすごい重要ですね。タイムラインとかホームのとことか関連動画とか、動画見てるといろんなこう出てくると思うんですけども、そこから流れ込むのがものすごい重要なんですよね。なので、他の動画にですね、こう見てる時の下にこう出てくるとか、ホームラインにこう出てくるとか、そこにいかにこう自分の動画がですね、YouTube からサジェスト、推薦されるか、
そこをですね、非常に攻略することが大切になっています。逆に言うとそこを攻略できないと伸びないですね、間違いなく。で、まあどういう、あと動画いろいろ出した時にどういう動画が再生されてるのかとかですね、今どういうのが流行ってるかとか、まあプロもですね、いろんなその YouTuber とかもトレンドとかを探ったりしてますね。まあ直近で言えばね、ドッキリとか流行ってますよね。みんなドッキリやったりとか、モニタリングとかね。ちょっと前で言えばバター1本とかね、なんかこう、まあいろんなそのトレンドがあって、そういうのね、ちょっと前で言うとまあアルミなんか叩いてみましたみたいなのがね、そういうところをみんなやってたりとかして、常に探ってますね、新しいブームを。で、まあ、失敗しがちな例ですね、よく見るのは、まあ、もう本気だから高いカメラを買おうとか言って、いきなりまあ、高いの買っちゃったりとかですね、まあ、とにかく編集だって編集を徹底的に頑張るとかですね、まあ、頑張って毎日動画を出そうとか、毎日やるぞとかね、音質にこだわって、高いマイクを買おうとかね、まあ、お金持ってる人はいいかもしれないんですけれども、まあそういう風にやってですね、まあ、うまくいけばいいんですけども、結構まあ失敗してるのが多いですね。で、気合で頑張ろうとかね。これ何が抜けてるかっていうと、やっぱこう視聴者、見てくださってる方の視点がですね、すごい抜けてるんですよね。まあこれ自分が頑張るとか、自分がどうこうするとかですね、まあ自分が主体になっちゃうのもあるんですよね。なので、まあそれよりも見てる人がどういうのを望んでるかとかですね、そっちの方が僕は重要だと思います。まあ本当ね、一部ぶっ飛んだ人はね、ぶっ飛んだ人はぶっ飛んだままやって再生される人もいるんですよ。もちろんいるんですけども、それは結構ほんの一部ですね。どちらかというと、まあぶっ飛んでる人もぶっ飛んだなりにどういう方向にぶっ飛んでいくかとかよく考えてるはずで、非常にそういう分析は面白いんですけれども、いきなり、まあ、とにかく頑張ってね、頑張るって、まあ、それは自分は頑張らなきゃいけないかもしれないですけども、頑張ったところで、それが視聴者さんのためになるがですね、いや、俺頑張るんだ、わーってやったところで、帰って見たところでね、なかなかそれが、帰ってプレッシャーになってね、面白いこと言えなくなったりとかするかもしれないんで、意外と視聴者さんの視点っていうのは抜けてるなって気がします。なので、まあ、見てくださってる方の気持ちになったりとかね、まあ、自分がどういう動画見てるかとか考えてるといいですよね。面白いから見ようとか、役に立つから見ようとかね、癒されるから見ようとかね、暇つぶしに見ようとかね、もうかっこいいからとか、可愛いから見ようとか、いろいろあると思うんですよね。なので、まあそういう動画なんで自分が見てるのかとか見つつ、まあどの辺をね、自分が狙っていくかっていうのがすごい重要で、まあその動画、いろんな動画、ジャンルがあるので、今からどういう動画をですね、作っていきたいか、漠然とでもいいので、ちょっとイメージしてみるとですね、いいかなと思います。ね、自分自身ね、YouTube 大好きだから YouTuber になりたいと思うんですけれども、自分自身がどういう YouTube 好きなのか、それなんで自分が好きなのかってね、それを深くこう追っていくとですね、あ、これで僕見てるんだ。じゃあ自分はこういうところをちょっと取り込もうみたいなね、そういう視点で見ると結構面白いですよね。で、まあ、まずはですね、動画をですね、ちょっと出してみるといいかなと思います。なので、まあ、とにかくですね、僕のおすすめは好きなこととか楽しいこととかがいいかなと思ってます。で、まったり続けて様子見るのがいいかなと思ってますね。いきなりもう気合い入れてね、俺は YouTuber になるんだみたいなよりかは、この肩の力抜いて、自然に、まあ、あんま再生されなくてもちょっと楽しもうっていう、ノリをね、雰囲気楽しむぐらいの方がいいかなっていうふうに YouTube はね、そう思いますね。で、どんな動画が再生されてるかとかね、よく見たりとか、ほんとさっきも言ったように視聴者が求める動画を出していく。なので動画出しつつ、どういう動画が再生されてるかとかですね、そういうのをちょっと分析してみたりとか、あ、この動画伸びてるんだ、じゃあこれちょっとみんなもっと見たいのかなとかね、そういうところから入っていくといいのかなと思います。で、もしですね、学生とかであれば、まあ、顔出しとかするとですね、ちょっと学校がバレたりとかね、ちょっと前も高校で撮ってね、いきなり授業中に丸坊主するっていう方がいたりとかして、高校バレて大炎上して大変なことになったりとかね、するので、ろくなことないのでね、やっぱ子供が YouTube やると結構叩かれやすいのでですね、気をつけた方がいいですね。できるだけ顔出しとか、まあそういうのはですね、僕はおすすめ全然しないですね。で、まあいろんな YouTube 見てるので、それで、まあ、なんでこの YouTube が面白いのかとかね、どういう作戦で今後動画出してるのかとか、まあそういうのを分析する目で見るとね、もうちょっとその YouTuber 側になれるっていう。で、自分だったらもうちょっとこうするなとかね、そういうのをね、やってみるといいと思います。意外とね、こうね、動画見てて文句は言うんですけども、自分でじゃあやれって言われるとね、なかなか難しかったりとかするので、まあそういう目線で見ることで、面白い動画とか視聴者さん目線でね、どういう動画がいいのかとか、まあ勉強になるかなと思います。まあ、顔出ししなくてもですね、まあ、例えばこれタッチャンネルって、まあ、すごい有名な方なんですけども、冴えないおっさんの休日とかね、本当に、おじさんがご飯食べてるんですけれども、
むちゃくちゃ再生されてるんですよね。面白い。で、まあすごいファンがついてて、で、顔出しもされてないんで、ただご飯食べてるんですけども、そういうのをまあこう癒されるんでしょうね。そういう人気があったりとか、あとマッヒーマッヒーってこれ中学生の方なんですけれども、絵を描いて、こう好きな絵を描いてね、こうなんかこう、それを動画に撮って再生してるっていう、結構再生数あったりとか、これはコメントを僕の動画見てコメントいただいて知ったんですけれども、こういう YouTube とかね、顔出してなくても、まあ好きなことをコツコツとかやっていけばチャンネル登録者数も今3万人とかずっといて、再生数もね、1万人超えて、1万回超えて回ってるんで、すごいいいかなと思います。なので、まあ自分が、まあこれも全然顔出しとかもしれない。声だけで、あと絵をこう描いてるだけなんですけれども、それ自分が好きなことをコツコツやっていけば伸びたりするんで面白いなと思いますね。まあじゃああと最後にですね、じゃあどれぐらい YouTube で稼げるんだ、まあそういうのをちょっとリアルな目線でですね、まあ YouTuber としてですね、解説してみたいなと思います。ちょっとまあなんか自分自分自身 YouTuber というと、いまだにちょっとね、なんかこう気持ち悪いというか不思議な感じはするんですけども、これ YouTube3 月ぐらいの時に、誰がどれぐらい稼いでるかって YouTube で報告してるやつをまとめたんですが、僕、チャンネル登録者数3万人ぐらいの時はね、収益50万ぐらいでしたね、月々。で、松沢内閣さんとかまあ30万円ぐらいで、学さんとか5万人で50万ぐらいとかですね。これ3月とかここの時点なんですけども、まあ、エラテンさん25万とか、池早さんは30とか50万とか、これ結構ビジネス系っていうその、役立つ情報を発信する系なので、チャンネル登録者数が少なくても、まあ、広告のですね、単価が高いので、意外とですね、収益伸びたりとかするっていうのがありますね。なので、意外とね、ビジネスとかであれば、まあ、1万から3万、まあ、数万あればね、全然サラリーマンの給料よりからもらえるケースがあったりします。ただまあ、安定はしないので、いつどうなるかはわからないっていう感じですね。で、柴田さん、まあ、チャンネル登録者数100万以上いらっしゃる方なんですけれども、1200万回で、230万円ぐらい月入ってくるっていうメインチャンネルですね。で、パチンコの方は330万回再生されてて180万円ってことなので、まあ合わせると400万ちょっとですね、まあこの月、確か9月か8月ですね、そういうことをおっしゃってました。なので、まあ、夢あるっちゃあるんですけれども、稼げる人は、稼げると、すごいいいジャンルですね。で、YouTuber Next さんがですね、アンケート取ってて、YouTuber に。で、800人ぐらいのですね、アンケートの回答を取ってました。で、これプレスリリース詳細欄貼っとくんで、興味ある人は見てみてください。で、まあ、専業 YouTuber14% ですね、専業。で、あと86%がですね、兼業っていうのは、まあ、働きながら YouTube やったりとか、まあ、そういうことをやってる人の方が結構多いですよってことですね。なので、まあ、普通の会社員とか自営業、まあ、それが、60% ぐらいで、まあ、経営者、専門職、公務員とか、まあ、いろんな方いますね、その他とか。なので、まあ、YouTube やってる人はですね、まあ、働きながらやってる人も結構いるよってことはですね、ちょっと知っといてほしいなと思います。で、どれぐらいお金稼いでるのっていうのでですね、これ収入平均月収なんですけども、まあ、月5万円以下っていう方がですね、だいたい50% ぐらいがですね、月5万以下ですね。で、これが、5万から10万、10万から30万。で、30万から50万になると一気に減ってきますね。で、こっから先っていうのはですね、だいたい 9.2% ぐらいっていう風に出てます。なので、まあ、例えばクラスが30人いましたよって言って、それでまあ全員 YouTube やってましたと、よーいどんと言って。で、まあ、その中で50万以上生き残る人がですね、まあ1年か2年かわかんないですけどやってて、50万以上稼げるようになるのが、3人ぐらい、30人いたら3人とか2人とか、まあそういう世界ですよね。なので、まあ、月に30万以上あれば、比較的ですね、ご飯食べたりとかできるレベルだとは思うんですけれども、そのクラスの中で、全員 YouTuber だっていう風になった時に、まあ、30人いたら2、3人ぐらい、そこに入ってこれるかどうかですね。まあ、そこそこ厳しいかもしれないですね、そういう風に見ると。で、どれぐらいやってんのっていうと、1日平均1時間から3時間とか、3時間から5時間とかですね。まあ、そこそこかかりますよね、1日。まあ、それを1日3時間とか5時間とかやって、月収5万円とかなるとね、とても食えるもんじゃないっていうんで、もうほとんど大多数半分以上はですね、そういう YouTube やってる人の中でアンケート取っても意外と厳しいよっていうのは知っといた方がいいと思います。
で、経験豊富な YouTuber というかですね、経験豊富、僕自身サラリーマン16年やりつつですね、不動産投資と株式投資とですね、ブログとか、いろんなことやってる人なんですけれども、詳しくは、もふもふ不動産とは何者だっていう動画を昨日撮ったんで、詳細欄貼っとくんで見てみてください。そういういろいろやってる人から見ると、多くの人はですね、副業でやってると、YouTuber は副業でやってますと。で、YouTube だけで食っていくのはですね、大変ですね。まずやめた方がいいと思います。ここのジャンルに一本、俺はもう YouTuber だみたいなね。もう、例えば15歳とか、大学生とかで、俺はもう YouTuber 一本食ってくんだみたいな人は、目指すんだとしたらやめた方がいいかなって気はしますね。大変ですね。甘くはない。で、頑張ろうって言って、もう気合で頑張ろうみたいなね、頑張りゃ伸びるもんでもないんですよね。これ難しいとこで、なんで再生されるのかわからなかったりすることがよくあるんですよね。だから、難しいところね、頑張ればなんとかなるって思う人多いですけども、頑張ってもね、なんとかならないんですよね。残念ながら。だからそれはね、運だったりとか、自分自身のですね、その面白さであったりとか、いろんな要素が絡み合ってきて、何が再生されるか、チャンスをつかむか、非常に難しいんですよね。なので、気合を入れて半年頑張るから YouTube になるぞとかね、僕はおすすめしてないですね。別に止めはしないんですけども、やめた方がいいかなと。で、甘い世界ではないんですけども、チャンスは確実にあるかなと思います。はい、チャンスはあると。で、結構人生経験豊富な人の方がですね、結構最近はビジネス系であれば伸びてますよね。やっぱりそれまで培ってきた経験とかがやっぱ動画に生きるっていうのがあるので、生半可な知識とか付け焼き場ではちょっと戦いにくくはなってるなっていう。かといってね、エンターテインメントとかもね、もう今からヒカキンさんになろうとか言うとね、相当もう無理かもしれない。より難しいとは思うので、なかなかね、楽ではないなと思います。で、YouTube にですね、全振り、俺はもう YouTuber だって、もうだからもう勉強しないで、動画の編集とね、動画撮影だけに生きるんだみたいなのをね、まずやめた方がいいかなと思います。だからね、高価な機材とか編集とか必須ではないので、自分としてはもう学生であれば YouTube やるのは全然 OK で、その勉強とかを本業勉強をやりながらですね、で楽しみながら YouTube を投稿していくっていうのがおすすめかなと思ってます。で、それで、伸びていったらちょっと続けていってっていうので、常にやっぱ勉強しておいた方がですね、僕は勉強した方がいい。大学とかね、高校とかでしっかり勉強した方がいいっていうふうに思うタイプなんですけれども、そうやって自分は成長してし、今だ勉強してよかったなっていうふうに思うことがいっぱいあるので、なので勉強嫌いだからYouTuber とかそういう人も中にはいるかもしれないんですけれども、あんまりおすすめはしないですね。で、例えば甲子園とかね、プロ野球とかだと、もう本当にもう朝から晩までね、寮に入って野球漬けみたいな人たちがね、そういう人たちがもうむちゃくちゃいっぱいいて、で、ほんの一部の人が、プロ野球選手になって、で、さらに、その中からね、一軍っていうのは相当険しい道で、そこで稼ぐとなるとさらに険しい道なんですけども、そういうのに比べれば、YouTube はゆるーくやってて、何がヒットするかわからない。さっきのタッチャンネルさんとかもね、冴えないおっさんの休日があんなに再生されるっていうのはね、誰しも予想はすることは難しいんですけども、でも、動画出したから、で、続けていったからファンがついて、それで面白いって思われて認知されていってるっていうんで、もう副業とかでもね、十分チャンスはあるんですよね。なので、プロ野球選手になりたいとかだったりすると、もうほんと寮入ったりとかですね、ガチでやって、もうそれ一本でいかなきゃいけないっていうのはあるかもしれないんですが、まだね、YouTube であると、チャンスはね、副業として、ゆっくり続けていってですね、ファンを少しずつ獲得していって、で、続けられそうだったらどんどんやっていく。そういうのでもいいのかなっていうか、そうした方が僕はいいかなっていうふうに、思ってますので、ちょっと僕のね、体験談含めて、ちょっと思うところ、YouTube のやつを語ってきました。で、今後もですね、引き続きちょっと YouTube を、始めたいよっていう人に対してですね、役立つ情報をですね、第2回、これ第1回なんですけど、続けていけたらなと思いますので、もしですね、興味ある方はですね、ぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もし面白かったらですね、高評価いただければ嬉しいです。で、あといつもですね、コメントをいただきありがとうございます。非常に気持ちに、続けていくですね、モチベーションになるのでですね、コメントいただけると嬉しいです。あと SNS でですね、シェア役立ったらしていただけるとより頑張れます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それではどうもありがとうございました。